第二次世界大戦中の徴用をめぐる韓国の訴訟で、2021年9月13日までに、韓国最高裁は、三菱重工業が資産差し押さえを不服とした再抗告を一部棄却し、資産の現金化に向けた手続きが進んでいます。報道によると、加藤勝信官房長官は、2021年9月13日午後の定例記者会見で、三菱重工業が資産差し押さえ措置に不服として起こした再上告を韓国最高裁が棄却した件で、第二次世界大戦中の徴用工賠償訴訟と関連して、日本企業の韓国内資産が現金化に至れば、日韓関係に深刻な状況をもたらすという立場を改めて明らかにしました。韓国大法院最高裁判所に相当が強制徴用被害者に対する法院裁判所の賠償判決を履行しない日本の三菱重工業について、韓国国内の同社の特許権、商標権差し押さえは妥当だと判断したようです。大法院が三菱重工業に賠償を命じた強制動員被害者らの訴訟に関連し、大法院一部は2021年9月10日、韓国国内の特許権と商標権の差し押さえに対する三菱重工業の再抗告をいずれも棄却していました。強制徴用被害者と遺族らは2012年、三菱重工業を相手取り、損害賠償の支払いを求めて広州地裁に提訴し、大法院は2018年に三菱重工業に対し、強制徴用被害者5人に、それぞれ慰謝料1億から1億5000万ウォンの支払いを命じる判決を確定しました。しかし、三菱重工業は、大法院の判決が確定した後も、慰謝料の支払いに応じることはなく、被害者と遺族側の弁護団は、地裁を通じ、三菱が所有する韓国内の商標権2件と、特許権6件の差し押さえ、売却の手続きを申請したのです。三菱重工側は、今年初め、差し押さえの撤回を求めて、韓国の裁判所に抗告しましたが、棄却されて、大法院に再抗告していました。ところが、今回、大法院も、資産差し押さえ措置が正当だとして、これを再び棄却しました。これで、裁判所による差し押さえ命令の一部が確定して、現金化に向けた手続きがまた一歩進んだことになります。加藤長官は、これに関して、韓国最高裁の判決及び関連の司法手続きは明白な国際法違反という日本政府の立場を再度強調した上で、今後も韓国側に早期に日本側が受け入れられる解決策を提示するよう要求すると述べました。日本政府は、第二次世界大戦時代の徴用問題は、1965年の日韓請求権協定ですでに解決された問題だという立場を固守しています。一方で、韓国の地方裁判所は、2021年9月8日、元徴用工の遺族4人が、日本製鉄に損害賠償を求めた原告の訴えを棄却しました。2021年8月11日の同種訴訟判決で、時効によって2015年に請求権が消滅したとみなし、2017年に提訴した原告の訴えを棄却したのです。元徴用工訴訟をめぐって、韓国最高裁は2018年に日本企業に賠償を命じる確定判決を言い渡しました。その後、下級審で原告勝訴が続いていたのですが、2021年に入ってから8月の判決など、一審で原告が敗訴するケースも出ています。南西部の広州高裁は、同種訴訟の判決で、2018年が起点との見解を示していて、時効をめぐって下級審の判断が分かれています。
このような韓国の横暴な行いに対し、ネットでは多数の書き込みがありました。それでは、その一部をご紹介します。私はレーダー照射事件を忘れられない。なぜなら、日本人の生命を故意に直接奪おうとした。命に関わることは最優先なはずだ。北も南も相手から譲歩を引き出す瀬戸際外交戦術なんだし、そんなのにいちいち付き合わないで、どんどん制裁カード切ってほしい。いきなり経済制裁したら、日本のせいでこうなったってわめくのは目に見えてる。日本政府は丁寧な無視をして、民間は撤退。近くて遠い国を目指すしかないと思う。4000人の日本の漁民が韓国に拿捕されて、しかも不衛生、粗末な食事等の劣悪な環境で抑留され、人質にされ続け亡くなる方がいたそうです。日本人でそんな方たちがいた中、彼らは自国の慰安婦と言われている売春婦や徴用工とされている募集工に対し、強制的に連行し、過酷な環境で働かせたと補償を求めている。こんなおかしな話はそろそろ解決してほしいです。これから韓国と武力を使わない戦争ですね。最終目標は白旗を上げさせることではありません。殲滅です。断交を宣言達成してしまった場合、韓国の政治家が票集めに使えるネタがなくなってしまいますよね。彼らは金を強奪しようということをスローガンにして票が欲しいだけだし。先進国だよね。国家間の協定は絶対遵守しなければならないのに、これは明らかな国際法違反判決だと思う。近代化も成し遂げていないですから、先進国ではないですね。そもそも独立も建国も他国がやってくれたのであって、自力で何も成し遂げていません。先進国ではないですよ。民主主義も報道の自由も未熟な後進国ですから。もう、やる詐欺はやめて、覚悟を持って現金化すればいいと思う。日本は、韓国が最も嫌がる経済制裁を徹底的に課せばいい。ただそれだけのことだよね。両国とも、早急に行動をお願いします。誰も止めませんし、誰も反対していません。そして、現金化された暁には、政府が支持率を上げる、最大で絶好のチャンスですよね。ただ、対応を誤ると、国内どころか国際的にも危ぶまれます。ここで、立憲民主党の代表が、韓国に対して、経済制裁及び断交と公約すれば箔がつくのにね。都合のいい時は同盟国で、悪ければ敵国扱いをしてくるような国と関わること自体が問題なんだろう。この国とだけは断交するべき。教育を施すとか生ぬるいことをやっている場合じゃない。永住権剥奪案件だ。制裁と断交を実施するべきだ。国同士の約束不履行がどういうことになるのかを身をもって感じないとわからない国なのだから。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。もっと国家間の話し合いが必要だと思う人は、高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。